蒲田好きな人って結構いっぱいいるんですよ。蒲田が好きな人ですキラキラ輝いて見えました。趣味何って聞かれたら多分蒲田との関係について疑問に思うというか蒲田好きはい。南青山マニアックチャンネル。おはようございます。よろしくお願いします。蒲田おにぎりちゃんと申します。蒲田おにぎりちゃんさんは何のマニアなんですか？蒲田が好きな人です蒲田っていうのは町の蒲田ですよね。はい、町の蒲田です実際に見てもらった方が早いと思うので、ぜひ行きましょう緊張してしまう普段はフリーランスでフリーのライターをしています。普段は記事書いたりとか、この像がつい最近知ったんですけど、ちょうど30年前の9月に経ったみたいで、私が今30歳、今年31歳なので、ほぼ同い年だったっていうのをつい最近知って、なんかより親近感というか親近感が湧いたところでした。結構これとか、あとこの商店街の看板とか好きなのでよく写真撮ってます。サンライズ蒲田で蒲田西口商店街ですね。もうよく来る？そうですね、よく来ますね。初めて蒲田来たのっていつぐらいなんですか？初めて、本当に初めて来たのはもういつっていうのはなんかちょっと記憶にないんですけど、でも好きになったきっかけの日は日付数えられるカレンダーみたいなアプリ入れてるんですけど、2019年の2月25日が蒲田好きになった日で、なのでもう2019、20、4、5年前くらいから遊びに来てますこの T シャツはちょっと蒲田好きになった頃に作ったんですけど、そうですね、ちょっと蒲田の T シャツ着たいなと思って蒲田好きな人って結構いっぱいいるんですよ。 SNS とかでも蒲田の情報発信とか、行ったお店とか居酒屋の紹介してる人いっぱいいて、蒲田でおすすめのお店ありますかって聞いたらいっぱい教えてくれるし、自分が行ったお店とかもここ美味しいですよねとか、そういうコミュニケーション取るのすごい楽しいので、蒲田すごい熱い街かなと思います電気のサンフォーフレックスさんです。このオレンジの看板が見るとすごい元気が出て、通るたびにニコニコしながら見てますサンライズ蒲田歩いてて、このお店の看板すごい元気が出るなと思って、私趣味で蒲田の街を紹介する冊子を作っていて、それで取材させていただきたいなと思って、そこから結構交流をさせていただいてまして、これは趣味で作った蒲田の街を紹介する小冊子です。こういうのを売るイベントがあって、そこで販売したりとか、蒲田のお店の人に渡したりとかプレゼントしたりとか、また新しいのもそろそろ作りたいなと思ってます。これはオリジナルキャラクターの蒲田羽男くんです。羽付き餃子が発祥の地なので羽をつけました、餃子に。この子はこれ一体限りなんですか？これも一回作った？いや、これは一体限りで、も
ともと絵だったんですけど、すごいお裁縫上手なお友達が作ってくれたっていうか、ぬいぐるみを作り方を教えてもらおうと思ったら、私がお裁縫苦手すぎてもう 99% 友達が作ってくれたお人形ですなんで蒲田をそこまで好きになったのかってきっかけとかって？好きになったきっかけはもともとお笑いが好きで、高校生の時にすごいお笑いライブ見たり配信見たりしてたんですけど、ライスっていうコンビが好きで、そのライスの田所さんが蒲田出身で今も住んでいて、でその田所さんが蒲田でトークライブやったのが2019年の2月で、それで蒲田に初めてこう目的を持って遊びに来た。それまでも来たこと多分 1,2 回くらいはあったんですけど、ちょっと駅ビル夜くらいで街とかは全然歩いてなくて、でもなんかその時にトークライブで蒲田の話を聞いて、すごい蒲田って面白い街なんだなって知ってからすごい好きになりました。トークライブ田所さんがいっぱい蒲田の街を紹介した後に会場を出て見た景色をすごい覚えてるんですけど、ちょうど蒲田の東口側のこう飲食街を歩いたらすごいキラキラしてたんです。輝いて見えました。なんか物理的に、居酒屋さん多いので輝いてたのもあると思うんですけど、なんかそれだけじゃない感じがすごいキラキラして、楽しい街だって雰囲気が出てて、それ蒲田の地元の人に言うと勘違いだと思うなって言われていやもう確かに輝いて見えたんですけどねはい。その日からなんか楽しい街なんだなって思うようになりました。街並みも、このようになんか商店街のアーケードでこう上になんか昔からあるこのサンライズって書いてあるロゴ、カタカナで書いてある感じとかもいいなと、味があっていいなって思いますし、なんか昔ながらの風景が残ってる街並みも魅力的だと思います次はバーボンロードを歩きたいなと思います。のんべえが大喜びするお店がいっぱいで、お酒飲まなくても楽しいです。蒲田は美味しいご飯もありますし、お酒もあるしそうですね、お世話になってるお店少し歩けば知り合いの店でいやでも本当いろんな方にお世話になって、この豚番長さんのところでなんか通りすがりに席いっぱいだなと思ったら、今ここ開くから飲んでいきなよって声かけてもらったの、ここの豚番長さんってすごいいい思い出ですね。美味しくて焼き豚がなんか今日のバーボンロード今まで歩いた中で一番静かな感じがするなんでだろう。台風明けでもないんですけど、なんかすごいこんなに人がいないのはなかなか珍しい向かってるのはスナックのバッカスさんで、もうずっとこのバーボンロードでお店をやられていた緑ママのお店ですこちらはもうここでこの場所で58年もお店をやってらっしゃるママのお店ありがとうございます。いただきます。ここに初めて来た時いつ頃になるんですか？今年緑ママがね、ベージュの
お祝いのパーティーがあって、蒲田の町の人がみんなでママのお祝いをしたんですけど、そこでママの人生を取材させていただいて、そのご縁で来ました、ね。ベージュのパーティーすごい楽しかったですね楽しかったです。なんか登場の時からもうかっこよくて、暗闇からママが登場したのがすごい素敵です。見てないのよ私。あ、そうなんですか。全然ああ、でもみんな写真とか動画いっぱい撮ってたので、多分見るのが楽しみですね。じゃあ持ってくんのか持ってこないのか。あらあらあらわからないけど。ママがベージュパーティーを開くという、みんなでお祝いしようっていうパーティーがあって、その中でママの人生をスライドショーに投影しようっていう企画が上がって、それであそこのバーボンロードの、会長さんが、私が普段ライターのお仕事してるよって言ったら、ママに取材をしてほしいんだって言われて、そういうきっかけでお会いしたという。いやー、もうその人生の取材なので、ママの生い立ちから、今に至るまでのこと聞いたら本当に尊敬するし、やっぱり強いママ強くてかっこいいなって思いました。30歳の時にあの場所でお店始めて、もう58年、ベージュだったので、ちょうど今年が88歳で誕生日で、すごいなと思って、本当にすごいなと思って。半世紀以上はすごいね。いやー、もうずっとあの場所でお店をやられていて、蒲田のこととかバーボンロードのことすごい愛していらっしゃって、なんかそういうママとご縁があって、蒲田好きになって、そのママとそういうママと知り合えたのがすごい宝物だなと思っています。ものすごく優しい方でしたね。そうですね、優しいママでママみたいな人は本当に、ママは本当にママなので唯一無二ですけど、みんな優しいですね。今からは幸田酒店さんに行きたいなと思います。お酒屋さんですか？そうですね、お酒屋さんで、スーパーみたいな日用品とか食材も置いてるようなお店です。お店の外観からもうすごい個性があふれた素敵なお店です。ここはいつ頃初めて？いつだろう。でも結構蒲田好きになってすぐというか、割と初期の頃にツイッターで知ったかな。はい。もういや、そうですね。もう一度来たら忘れられないと言いますか。そうですね。はい。もうこうこのお店のポップとかチラシとかをいっぱい貼ってあって面白くて。面白い。今とあるポップを探していてですね、全部魅力的なんですけど、どこだったかな。あ、これがその店主さんのお孫さんが描いたポップがすごい可愛くてお店のお手伝いとかしてすごい可愛いです。2本。へえ、あら、
ちょっとお話伺っても今大丈夫です。高田酒店さんの店主さんです。いろいろね、こうやって載せてもらってるからね、すごいの入ってきちゃう。いや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 。いやだからこっちはね。はい。これは片岡鶴太郎さんが、これ私の名前ですけど、主戦人と私がやって、主戦人会長してて、それで片岡鶴太郎さんが2003年に主戦人のこのここに飾ってあったんですね。いやありがとうございます。貴重なお話をいっぱい。ありがとうございます。引き止めちゃって。いや全然。があるから。待ってるから早く行かなきゃいけない。いや。ありがとう。すごい似合ってます。よかった。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございます。次はハンパハス沼さんというレンタルスペースに行きます。レンタルスペースですね。はい。ここはなんかお知り合いなんですか？そうですね。はい。最初普通にネットで探して利用して、でそこからいろいろオーナーさんとかと仲良くなりました。こちらです。アパートの一室がレンタルスペースになってます。もうお家のような。非常に落ち着く空間で畳があって、利用して数回目の時にこの畳でうっかり居眠りして利用時間を過ぎたことがありました。それくらい居心地がいい場所です。おにぎりちゃんです。はい。ちょっとじいじにお話伺い。はい。ね、じいじはねこのアパートのオーナーさんで、持ち主にはなって、はい、でもう年ですから半端の方は孫がここ全部運営してるという形なんです。だけど孫は三浦の方に住んでるから、いろんなことでなんだかんだ私がね、じいじなんかお掃除したりとか管理ねされてるんですよね。お家の壊れたところとか家電の修理もねされて本当にすごくてじいじに今日渡したいものあって、蒲田の西口商店街で蒲田の大田区の T シャツ売ってて、6号じいじがこの6号用水の研究をされていたので6号の T シャツをよかったら着てください。これ私も同じものを買ったのでお揃いです。そうですか。似合う。この言い方は多分あんまり良くないんですけど、言ってしまえば縁もゆかりもない土地なわけじゃないですか。本当にそうですね。なんで蒲田なのは結構蒲田の人に聞かれますかね。蒲田との関係についてふとした瞬間に疑問に思うというかなんだろうみたいな。最初は本当にもう不思議ながられるんですけど、いや蒲田すごい楽しくて
好きなんですよねって話していくうちに、なんかだんだんこういうとこがあってねっていろいろ蒲田のこと教えてくれたりとか、思い出話してくれたりとかして、蒲田の地元の方もやっぱり蒲田好きなんだなっていうのを感じますね。蒲田でこの何をしてる時が一番楽しいかって言ったら、街並みを見たりとか、ご飯食べたりとか、そういうのもすごい楽しいんですけど、やっぱ一番笑顔になるのは蒲田の人とお話ししてる時が、もう本当になんか想定外というか予想外のなんか展開というか会話が次から次へと面白いワードが飛び出して笑っちゃうやっぱり人に会うのが一番楽しいかなって、蒲田にいて。蒲田には住まないんですか？すぐに住む予定はないですね。感覚としてはなんだろうな、ハワイ好きだからハワイに住むかって言われると違うっていうのと一緒というか、本当に旅行先というか、なんか旅行に行く時と同じ気持ちでいつも蒲田に遊びに来てるのかなってだからそんなに今すぐ引っ越そうっていうのもないですかね。わざわざ遠出しなくても意外と近くにそういう場所があるのかもしれないなぁなんてご自身にとっての蒲田ってどんな存在ですかって。蒲田どんな存在か。蒲田は趣味、一番の趣味です。